皆さんこんにちは。音入ってんのかな。今日はちょっと菜の花畑からお送りします。今日4月入って3日目4日目なんですけど、私社会人になってからもう今年で6年目なんですよ。やばくないですか？もう本当にびっくり。私こんなに社会人じゃない会社員やるなんて思ってなかった。他に何かプランがあったかって言われるとって感じなんですけど、私の周りは結構フリーランスで働いてたり、なんかこう独立して自分の会社をやっててみたいな人たちなぜか多くて、そういう人たちの背中を見て育っていたので、なんとなく自分も会社員ではなくそういう独立して働くんじゃないかと思っていたんですけども、全然バリバリ会社員やってますね。でもなんかその人たちがみんな口を揃えて言ってたのが、やれるんなら会社員やってたって結構みんな言ってたのは心に残っていて、そういうのもあって、一旦は会社員だろうなと思ってたんですけど、比較的私は会社員の適性がおそらくあったみたいで、こう頑張りすぎないように頑張ることなんだろうな真面目じゃないんですよね、私はあんまり。だからとにかく楽をするにはどう仕事をしたらいいかとかをずっと考えてるタイプなので、割となんかちょっとずる賢いタイプだからなんか続けてこれたんじゃないかなと思います。ただその会社員を続けることがいいことがどうかはその人によって違うので、私ももう5年続けてしまいましたけども、これが自分にとって最善の策だったかと言われるとちょっとわかんないなと思ってます。本当はね、なんか創造的人生の一歩を歩むような何かわからないけどなんだろう、クリエイター活動なのか新しい事業を起こすのか、そういった道もあったかもしれないんですけど、なんかひとまずはあんまりそのタイミングというか波じゃないような気もしていて、そのタイミングが来たらわかるだろうなと思って、今はまだステイという気持ちでおります。私が好きな漫画のセリフで、左利きのエレンっていう漫画があるんですけど、そこにあるセリフで、始まったら始まった時にわかるよっていう言葉があるんですね。左利きのエレンはクリエイターと天才アーティストの話なんで、それぞれその創造的人生の始まりというのは必ずタイミングが来るはずで、その始まりが来たらそのクリエイターたちはきっとその始まりに気づくはずっていう言葉なんですけど、私の解釈ですが、その始まったら始まった時にわかるよっていう言葉をいつも心に留めながら、そのチャンスがいつ来るのかっていうのを、待ちながらも、いろんなことに手を出しているという最近ですね。はい。4月でみんな学校が始まったり、仕事が始まったり、転職したりとかもあるかもしれないんですけど、常にその変化に気づいて待ち構えておく、その変化出るように常に準備したり動いておくっていうのは、なんかすごく大事なんじゃないかなと思っています。ここでご飯タイムにしたいと思います。アンパンを持ってきました。今日は花粉症がしんどすぎて、ありとあらゆるその花粉症に効く食べ物とか食生活改善とかを調べた時に、やっぱ小麦粉が良くないっていうのがめちゃくちゃ出てくるんですね。小麦粉をやめたらピタッと花粉症の症状が止まりましたとか言ってる人がめっちゃ多くて、小麦粉大好きな人たちはどういう人生を今後送っていったらいいのだろう、花粉症と一緒にと思ってしまって、私は花粉症に負けずに小麦粉を食べることに決めました。ということで、そんな決意のアンパンでございます。粒あんです。これは本当に最近将来をどうしようかなというふうに考えていて、会社員をしていると毎月同じ額のお金が生活できる、最低限のお金が入ってくるってすごく安定した精神状態になるなっていうのはわかるんですけど、それで一生終えていくのかっていう謎の体育会系精神が出てきてしまって、
今27歳なんですけど、多分多くの人が、同じように悩む時期だと思うんですよね。27歳じゃない人に私のこの年齢の状況をお伝えしますとですね、かなりの数がまず結婚をしていきます。結婚をすでに終えた人たちはもう第1子第2子というお話が始まっております。でもこの27歳は5年も会社員やってると1回や2回ぐらい転職している人たちも増えてきたりします。そしてあとはワーホリですね。この30歳までしか海外に行くワーホリっていうのはいけないので、そこに行く層も出てくると。一方でですね、その5年会社員をやった勢が独立して自分の事業を始めるという、スペシャルな年になっております。このくらいの年齢が一番おめでたいんじゃないかなっていうくらいおめでたいことばっかりがある年齢ですね。私は何も変わらず相変わらず一人で会社をやってるだけなんですけど、そういうのを見てたりすると意識をしなくともやっぱり比較してしまったりして、それは全然いいんですけど、私も会社辞めたいなとかワーホリ行きたいなとかちょっとは思ったりするけど、そんなことより何より一番って思うのが、その人たちはその人生の一大イベントに向けていろんなことを考えてもう一歩を踏み出しているというその事実に焦るなっていうか、事実が自分と違いすぎて、今まで自分は一体何をやってきたんだろうという気持ちになってしまいますね。本当ちょっと足がしびれてきたので首直します。そんなことを思っても仕方がないんですけどもね、考えざるを得ないというのがこの27歳なのではないかというふうに思ってます。考えたって仕方がないので何かしらやらなきゃいけないなと思って、最近は絵を描こうかなってやばいまたしびれた思っててこの前アーティストさんのアトリエにたまたまお邪魔する機会があって見てきたんですけど、描いてる様子とかをね、もうすんごい楽しそうで、すごいおこがましいんですけども、そこに立っている自分を重ねてしまって、ここに自分も立てたはずなんだろうになみたいな気持ちになっちゃったんですね。私全然絵の才能があったとかではないんですけど、いつからこの安定した会社員の道に行ってしまったんだろうという気持ちになってきて、アーティストさんとか、いろんな創作活動してる人たちは多分どこかで、会社員という多くの人が選ぶ道ではない道を進むために、たくさんの選択をしてそのための努力をしてきたと思うんですけど、私は一体どこでその道を分かってしまったんだろうみたいな気持ちになってきて、美大にも全然行ってないし振動とか言われてたわけでもないけども、そう言われてもないのになんでそこに立っていたはずの自分を想像してしまうんだろうって思ったんですよ。別にそうではないんだったら普通に今の生活に満足していればいいのに、満足していないっていうこの気持ちを無視しちゃいけないなっていう風に最近思っていて、つべこべ言わずに、自分もだから作品を作れという話になってきて、でね、今人生で使ったことのある絵を描く道具が鉛筆、絵の具、クレヨン、色鉛筆とかしかないんですけど、そうじゃないものを使って描いてみようかなと思って、今パステルという新しいツールを発見したので、なんで知らないんだよって感じなんですけど、それを使って何か自分の理想とする世界みたいなのを描いてみようかなと思ってます。最近はそういうことをちょっとやってみようかなと思いますね。方法結局だってねえ、ほんとこんなにさのどかで平和な景色の中でさ、何を人生そんなに困ってるんだろうって感じですよね。別に困ってはないんですけど、もうちょっとスパイスを加えたいと言いますか、もうちょっと一回しかない人生楽しみたいなという気持ちなのでね。本当はさこういうことをさ喋らずにさ急に作品発表してさ、バーンとうまくいったりした方がかっこいいんだろうけどさ、私は凡人なのでそういった天才のようなことはできませんので、こういう悩みの過程も皆さんにシェアしていきたいと思ってます。
そんな感じですね。ちょっと残りのアンパンを食べたいので、本日はこの辺にしておきたいと思います。それでは皆さん、4月というか今年の春楽しんでいきましょう。バイバーイ。